続いての登壇は、インディーゲーム開発で事業計画を立てる重要性についてお話しいただきます。事業計画を立てることがどう重要なのか、お聞かせいただきたいと思います。それでは STP ワークスダウンおじさまでインディーゲーム開発における事業計画の重要性です。ダウンおじさまよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。皆さんこんばんは。ダウンおじと言います。STP ワークスという会社でインディーズゲームを作ってまして、今回のセッションでは、インディーズゲーム開発における事業計画の重要性というところのお話をさせていただきます。視聴者さんが来てくれてる。ありがとう。はい。で、今回のテーマなんですけども、ゲーム系の開発者イベントでは面白いゲームとか売れるゲーム的な話をね、消されることが結構多いかなって個人的に思ってまして、で、どういった内容がいいかなと思うところに考えたときに、ゲームはやっぱなかなか売れないんですね。なので、自分たちが、ゲームを何回リリースして、会社を軌道に乗せるかっていうところの、チャレンジができるかっていうところ、業界ではね、バットを何回振るみたいなこと言ったりしますけど、っていうところが重要かなと思いまして、そういった事業計画を自分たちがどうやって立てて、どうやって試行錯誤しながら実行に移して、結果どうだったかのかっていうところのお話ができればなと、今回思っております。よろしくお願いします。はい、今回のアジェンダなんですけども、最初自己紹介、事業の目的、事業の計画を立てる、計画の実行っていうところの後半3つが主なところになります。で、自己紹介のところなんですけど、まずお前、アバターで出てきて誰やねんってところがあると思いますで、ここら辺の説明をさせていただきつつ、本題に入れればなと思います。はい、じゃあ最初自己紹介の部分です。私、STP ワークスに所属しています。創業が今年の6月23日ですね。もうちょっとで、半年ぐらい経ちます。で、代表と私2人の会社で、代表がプログラミングやプロデューサーと企画。で、私が、マーケティング、カスタマーサポート、経理や企画をしております。で、やってることはインディーズゲームの開発です。はい。で、早速お前誰やねんなんですけども、ダンオジという名前で、広報キャラクターとして活動をしております。このダンオジって名前はですね、今日来てくださってる視聴者さんとかみんなが決めてくれました。で、このキャラクターはですね、最初に出したゲーム、フードデリバリーバトルというゲームを出したときに、友人が作ってくれたキャラで、このフードデリバリーバトルのロゴがここに入ってるんですけど、で作ってくれたキャラで、可愛いなと思って自分で Vroid のキャラクターとして、使わせていただいてます。で、それでちょっと定着してきたという感じですね。で私の経歴なんですけども、複数の会社で、ゲーム会社で10年程度従事した後、AI のスタートアップ、VR のスタートアップで仕事をしまして、今はフリーランスで、マーケティングの仕事や、マーケティングに関連するようなことをしながら、STB ワークスを友人と創業しました。はい、バビ肉おじさんですというところです。で、STP ワークスでの担当の仕事は、マーケティング CS 経理企画なんですが、主に占めるところはマーケティングと CS の部分が多いです。マーケティングはもう全部です。広告も自分で出稿しますし、プレス自分で書いたり、動画も自分で作ります。生放送もこのキャラクターを使ってやってたりします。昨日もね、仲良くしてもらってる VTuber さんと一緒にコラボ配信をしたりしました。あと SNS 広報とか、あとはマーケティングなので事業計画立てたりとか、それを実行したりする営業活動とか、そういったところもやったりしています。あとはカスタマーサポートですね。基本的にですね、私たちはあまりお問い合わせ窓口的なのを設けて、お客さんをそこに誘導するようなことはしたくないと思ってまして、ツイッターとか、ディスコードとか、そういったところに来た質問をなるべくリアルタイムに近い形でお答えすると。で、あとは、英語させてて、困ってる方見かけたら FF 外から失礼しますっていう感じで、あれですね、お答えしたりとかっていうところやってます。あとは経理とか企画とかやってますね。で、企画の部分は、基本的に代表が作りたいゲームが優先という感じでやらせてもらってます。もっとボケを入れるんだって言われてますけど。ちょっと今日なんか真面目な女の子。はい。女の子おじさん。はい。ということでやってますと。はい。で、当社のゲームは今まで2タイトルほどリリースをしました。で、最初に出したゲーム、フードデリバリーバトルというゲームなんですけど、まるでほにゃららっていうコピーで出しました。これね、あんまり言ったら怒られるからあんま言わないんですけど、インパクト大事なんで、こういうコピーとしてリリースをしました。で、ゲーム性は Vroid ハブと連携したデリバリーゲームですと。
で、価格は410円。で、スチームで9月3日に発売しまして、今スイッチに移植中です。絶賛移植中。で、こちらのゲームを次のゲームの方が知ってる方多いのかなと思うんですけども、古戦プッシャーフレンズというゲームを次にリリースしました。コピーは疲れるゲームしてませんかという内容です。最大5人でマルチプレイができるメダルゲームで、マルチプレイでメダルを使った共闘とかができるところが大きな特徴ですと。で、メダルゲームをね、ゆるーくみんなと雑談しながら、遊ぶようなゲームで、そういったね、用途で遊ばれてるので、非常にね、皆さん楽しんでくれて嬉しいなという感じです。で、価格は410円で、Steam で10月8日に発売をしまして、これもスイッチに移植中ですけども、先に、フードデリバリーバトルの方の移植を済ませて、その後、古戦プッシャーを出すっていう手ですね。あと、この次のタイトルも今、スイッチの移植の空き時間を使って開発中だったりします。はい。で、自己紹介はそこそこに、授業の目的のところなんですけども、はい。まず会社の始めるきっかけっていうところです。もともとですね、代表と私は、仕事で知り合った10年来の友人です。で、この仕事で出会ったっていうのが超重要で、お互いの、ビジネス感が、分かってるんですね。なんで、プライベートの友人とかと始めて、ちょっと仕事のね、感覚が違うっていうことがまずなかったってところが重要ですと。で、お互い、それぞれ皆さんもね、人生の目標が何かあったりすると思うんですけども、私たちももちろんありまして、代表はですね、好きなゲームを作り続けたいっていう、目標があります。で、私は組織に依存したくないっていう、目標があります。組織に依存したくないって、すなわち大きい会社に所属して働きたくないってことですね。自分の力でなるべく生きていきたい。で、お互い感じている仕事の課題としては、代表は今後のゲームはよりマーケティングが重要になってくるっていうところを結構思っていまして、私の方は自分の力だけでマーケティングを成功させたいっていう、課題というか目標がありますと。で、これ私の方の課題はどういうことかと言いますと、例えばフリーランスで他の会社さんのお仕事手伝ってたりとか、あとは会社員として所属してマーケティングとかしてると、基本会社のね、お金を使わせていただいたり、会社のね、人材リソースを使わせていただいたり、それあと外部の会社にお願いしたりとかっていうので、自分の力だけでできることっていうのはなかなかないと。で、結構ね、この仕事長くやってるので、自分のね、自己資金で、どこまでいけるかっていうのを最後一から全部やってみたいと。で、そこで成功したいと。で、多分それで本当にマーケッターとして一人前って胸を張って言えるようになるんじゃないかなっていうのがあって、私はこういう課題を持ってやっていましたと。で、お互いの仕事の状況なんですけども、お互いフリーランスで働いてますと。で、代表のスキルセットは、プログラムと CS の方は、できつつも、デザインとマーケティング経理にちょっと課題があると。で、私の方は、プログラムとデザインは、ほとんどできないんですけども、マーケティング CS 経理事務的なところが、一通りできるというところになりますと。なので、お互いちょっとスキルセットが被らないつつ、補えることができるので、一緒に会社やろうぜっていうことになりました。これちなみにね、僕から誘いました。はい。で、最初に僕たちが決めたこと、まず一つ目が低価格でマルチプレイをしてもらいたいっていうことです。で、もう一つが Vroid ハブに対応。このキャラクターもね、Vroid で作ってるキャラクターなんですけども、ゲームの中にね、キャラクターを登場させて、みんなで好きなキャラクターで見たり、応援されてる姿とかを見て楽しんでもらいたいというところ。で、もう一つ、この三つ目が超重要だったんですけども、開発期間は1本3ヶ月以内っていうふうに決めてやってます。で、3ヶ月以内にゲームをリリースをして、それを3年以内に黒字化する事業計画を立てるっていうところでやっていますと。なんで、最後のゲーム出して黒字化するんだったら、ちょっと会社として、状況悪くなるんで、10本ぐらい出したときに黒字化するような事業計画を立てて、やっていこうという感じで、準備をしましたと。はい。で、次にですね、事業計画を実際に立てるっていう部分です。このですね、若干モザイクがかかっているスライドというか、エクセルのシートは、自分たちが実際に立てた事業計画ですね。上が売上を
毎月の売り上げをバーっと入れて、あと手数料とか引いて、実際の売り上げ。で、あとは下の方を販管期とか出して、よくある事業計画ですと。で、これを3年分立てました。で、ゲームの初月の売り上げをだいたい15万円、10万円から15万円ぐらいを基準に3年分を事業計画を立てまして、あと必要な資金を割り出しました。で、なんで10万円から15万円なのかっていうと、実は僕も、代表も、もともとインディーズゲームを結構関わってたりすることがあってですね、ある程度のプロモーションをしつつ、ある程度の、ゲームをリリースすれば、このぐらいのレンジには行くっていうことが分かっていたので、それを最低のレンジとして、事業計画を立てたということになりますと。はい。で、会社が軌道に乗るまで重要視したのは以下の2点で、まず一つが自分たちの給料、役員報酬ですね。一応取締役になって。それは生活できる最低金額にするというところです。要は、贅沢したければ、お互い別のフリーランスの個人の仕事で稼いできなよっていうスタンスですと。なんでかというと、僕たちが給料たくさんもらうことは会社にとって最優先ではなくて、会社が存続することが最優先なので、最低ラインの給料しか最初は軌道に乗るまでは出しませんよというのをお互い2人で決めました。で、もう一つ、会社が軌道に乗るまで持てる経費を自己資金で持つ。私の場合、広告費とかですね。そういった一部外に出ていくお金っていうところですと。はい。で、それらの事業計画を立てたときにあたって、今ですね、会社半年やって、個人でもフリーランスとして3年以上やってたりするんですけども、結構重要なことをね、ここにちょっと書かせてもらいました。で、まずですね、開発しながら生計を立てるっていうことが一つになってます。今日登壇されている方もですね、開発しながら生計を立てるってことを、結構されてるかなと思うんですけども、一つ目が、生活水準を上げないっていうところですと。で、成功するまで幸せに暮らせる最低水準で生活できるようにしました。これ僕の話ですね。で、私は手取り20万円ぐらいで夫婦2人が幸せに暮らせるレベルに生活資金を効率化しています。で、次が、安定より時間。安定収入を得ようとすると時間を拘束されます。例えば1日8時間とか10時間働いたりすると、それだけその時間が、私の友人ですと開発に時間が割けなくなる。例えば私の場合ですと、例えば今すごいマーケティングとかプロモーションを仕掛けるタイミングなのに、今仕事で忙しくてできないっていうような事態に陥りかねない。なので、なるべく、時間の融通が利く仕事を受けていますと。で、私がフリーランスで仕事するときも、リモート対応が可能な、なるべく成果主義に寄った案件を選んで受けていますと。で、最近だとフリーランスの仕事結構たくさんありますし、ウーバーイーツとかアマゾンの日雇いの仕事でも十分いいお金もらえるので、最低のね、この生活資金を捻出するのは、そんな難しいことじゃないかなと思ってますと。はい。で、最後に、一番これが重要でしたと。他人の目を気にしないってことです。私たちは、一般から見るとすごい異色の存在です。朝もね、会社に出勤しないし、昼頃起きて、自分たちのゲームの仕事を始めたりとか、フリーの仕事を始めたりします。なんで、親族にもちろん理解されません。私はね、されませんでした。最近はね、まだ大丈夫になってきましたけど、されてないですよね。で、結構ここで強い心が必要で、まず他人の人生生きてるわけじゃないので、他人にどう思われようと批判されようと、もう無視ですと。すげえ批判されます。ニヤニヤしながらゲーム売れたのみたいな聞いてくる人います。そういう人はね、ゲーム売れてから見返してやればいいんです。で、そういった時に励まし合える仲間がいるとね、最高です。僕はね、友人とね、一緒に会社始めて励まし合えるんでね、非常に良かったです。なんで、この3つをね、開発しながら生計を立てるっていうところで非常に重要になりました。なので、自分のね、生活レベルを、最低限の幸せのレベルに落としつつ、会社が存続できるようなレベルで、事業計画を3年分立てたという感じになります。はい。で、必要な資金をね、計算して割り出して、3年間
必要な資金が割り出して、で、それで12本ゲームをリリースしましょうってなった時の資金の調達なんですけども、主に自己資金と、あとは、一応法人化しているので、生活金融公庫とかっていうところで借り入れとかを一部をしましたと。大体自己資金ですね。フリーランスね、お互い長くやってるので、ある程度の貯蓄はあったりしたので、その自己資金で賄ったりとか、あと日々ね、自分たちがフリーランスで稼いできてるお金のキャッシュフローの中でやり振りしてやってますと。はい。で、最後に、これらの計画を実行して、どうだったのかっていうところなんですけども、最初にリリースしたフードデリバリーバトルというゲームです。このゲームは開発期間は 1.5 ヶ月でした。なので3ヶ月以内に収まっているので、良かったと。で、売上についてですけども、Steam のですね、500円以下の、売上ランキングの方で1位になりました。で、これも想定より上回ってましたので、良かったと。で、プロモーションについては私自身にちょっと課題がありましたと。で、課題についてなんですけども、まずね、マルチプレイを入れようということで、最初2人で話してたんですけども、このゲームではマルチプレイをですね、入れれなかったんですね。入れなかったって言った方が正しいかもしれません。で、なんで入れなかったかっていうと、開発期間をですね、最初のゲームなんで短くして早くゲームを出したかったっていうところがあります。最初の1本を出してみて、ある程度の売り上げを作りたかったっていうところがある。で、ただ、あまりにもすごい需要が高かった。いろんな方の配信を見てても、みんなでやりたいっていう需要がやっぱ高かったので、今後は必ず入れるっていうことを誓いましたと。で、もう一つが、プロモーションを確立できなかったと。私もゲームのプロモーションね、いろいろやってたりするんですけども、試行錯誤する部分が非常に多かったというところです。まず、自身で情報発信を継続的にする。私がね、こういったキャラクターを使って、週にね、3日4日とか生放送とかして活動してるんですけども、そういったところも継続的にやる必要があると。で、もう一つが、広告の取捨選択を早期にすると。広告のですね、こう出したりの選択の判断が遅かったので、ある程度いいパターンを使うまでに時間がかかってしまったっていうところがあったので、その点が反省でした。はい。で、次にリリースした古戦プッシャーフレンズというゲームなんですけども、これも開発期間は 1.5 ヶ月ぐらいです。で、売上については、非常に良かったです。これSteam の日本の全体ランキングの4位までなりました。ちょうどですね、この時期、ドラゴンクエスト11だったっけなとか、ニーアオートマタとか、デスストランディングはセールやってたんですけども、それより上に行って、友人と2人でね、もう本当感動してました。私はね、実際にね、家で泣いてましたね。名作揃いのところの上に行けるなんてと思って、410円のゲームが。で、プロモーションについてもある程度うまくいきましたと。フードデリバリーバトルの時にですね、ある程度の成功パターンを掴んでいたりとか、情報発信を最大化するっていうのは、普段マーケティングとかプロモーションの仕事をしてて、ある程度コツは掴んでいたものの、自分一人でそこができるような、目処が立ったというところになります。はい。で、これらをですね、古戦プッシュをリリースして出てきた課題というか、やはりですね、みんなの期待に応え続けることが必要だなと思ってます。すごいありがたいことに、私たちのね、会社にすごい期待してくださってる、プレイヤーの方とか、私たちプレイヤーというフレンズって呼んでるんですけど、なんでなら古戦プッシャーフレンズだからなんですけど、フレンズの方と一緒に、の期待に応え続ける必要があると。なので、ゲームのクオリティを落とさないようにする必要がありますと。なので、これらをやり続けると。で、あとが、これはインディーズゲーム全般にとって重要なことなんですけども、他のゲーム会社ができないことをやり続けると。今のですね、ゲームって、ほとんどがスマホゲームの、市場だと思うんですけども、基本的には資本力の勝負ですと。お金が持ってる会社で大規模なゲーム開発を数多く出して、たくさんバットを振ると。なんで、その資本力の勝負に巻き込まれないように自分たちのオリジナリティとか、独自性を持って、やり続けるというところが、必要になってます。なので、今後私たちは、すごい期待していただいているのに応え続ける必要があるので、友人と2人ですごく頑張っていこうかなというところで、
今、燃えに燃えてるというような感じになります。はい。セッションはね、以上なんですけども、ちょっとディスカッションの時間をね、長く取りたいかなと思ってまして、ご質問等々ありましたらよろしくお願いします。なんかすげえ視聴者さん来てくれた。いつもありがとう。はい、ありがとうございました。質疑応答あれば、YouTube のコメントでお願いいたします。来てますね。リリース後、売上が徐々に減衰していくと思うのですが、その部分について事業計画と想定外のズレってあったりしますでしょうか？ありました。どういうズレがあったかというと、初月が想定より高くて、減衰が、想定より低かったですね。で、ただ、鳴らしたとき、例えば1年間とか半年で見たときは、金額的にそんなにズレはなかったです。で、そもそもの事業計画を立てたときにですね、自分たちで10本とかそれ以上ゲームに、インディーズゲーム関わってきて、大体どのぐらいの減衰幅で減っていく、で、セールどんぐらい上がるっていうのは、ある程度予測がついていたので、それらを当てたんですけども、予想より初動で結構ドカンと売れて、で、それ以降の継続は予想より低かったっていう感じになりますね。なので、それはちょっとね、情報修正を古銭プッシャーの時からはしました。で、古銭プッシャーについては、おかげさまで日本4位までになったので、事業計画のね、何十倍とかっていう規模になったので、何十倍、何百倍とかになったので、もうそもそも計画がずれてるんですけども、そういったね、中ヒットとかを1分ぐらい出さないと、早期に会社をね、黒字化することができなかったので、それは皆さんにね、プレイしていただいて、評価いただいて、すごいね、私たちは幸せ者だなと思ってます。ヒカ先ほどキンの真似してでのお話できねえよ。出た計画の部分、はい。ヒカキンのものまねちょっと、さっきの、いろいろ計画あったんですけど、ものすごく覚悟がやっぱり必要なんじゃないかなと思ったんですけど。はい。覚悟必要ですね。やっぱ今の時代、特に独立とかフリーになって仕事される方結構多くなってきたと思いつつも、やっぱりまだまだ日本でね、そのフリーとか個人で会社やるっていうのはなかなかね、なんていうんですかね、レールからそれる存在かなって思ってます。なので特にね、私たちの親世代とか、今だと70歳ぐらいの世代とか80歳ぐらいの世代だと、やっぱね、会社に、定年まで勤め上げてっていう方々が結構多いので、やっぱ全然理解されないですね。で、私も最初フリーで独立した時に結構親から言われて、結婚もしてるんだし、ちゃんとね、サラリーマンとか会社員で働きなよって結構言われたんですけど、その時に結構ね、妻とも話して、いや、妻は好きなように生きなよって、その方がなんか楽しそうにしてる旦那見る方が、私も嬉しいからって言ってくれて、親のことを無視してやり続けて、今会社をね、もう一個作ってっていう感じで、今はね、うまくいき始めてるので、親も何も言わなかったり、周りもね、そんなこと言わなくなったりしたんですけど、結構ね、覚悟必要でしたね。後ろ指刺される覚悟っていうんですかね。ありがとうございます。ちょっといくはい。つか来てますね。3ヶ月で開発しきるためのコツはありますかって。まず3ヶ月で開発できる企画を立てることです。まず、要はサグラダ・ファミリアを作らないってことですかね。要は3ヶ月でできるゲームっていうのは、私もゲーム業界ね、10年ぐらい、10年以上いたりするんで、大体3ヶ月でどこまでできるっていうのは僕もと友人も分かってると。で、3ヶ月に収めるために、ユニティのアセットとか必要なものは買って、で、力を入れる部分はどこだっていうところの企画を、友人とすごく話します。月に1回カフェとかで企画の話をするんですけども、絶対に譲らないのところをお互いどこだっていうところをしっかり話して、それで作りますね。で、3ヶ月以内に収めます。で、あとは、これはね、僕たちのが運がいい部分なんですけど、お互いスキルセットが被ってないんで、
お互いその特定分野ではある程度のスキルを持っているので、外の会社さんに依頼しなくていいんですね。ちなみに外注費は0円です、私たち。なので、自分たちだけでやりきれるので、自分たちの時間さえ確保ができれば3ヶ月に間に合わせることができると。なんで、答えとしては3ヶ月でできる企画を作るっていうところですね。壮大な企画を作らない。なるほど。ありがとうございます。もう一つ、はモバイルの展開は考えていますでしょうかということです。ですね、生放送とかしててすごく要望が多くて、検討はしてます。なんですけど、とりあえずスイッチの移植が決まってるんで、まずスイッチに出すことを前提として待ってます。で、スイッチは一応モバイルではないんですけど、持ち運びできたりするので、そこでの反応とかを見て今後検討っていうふうに考えてます。で、とはいえ、事業計画の通りに進めたい年々4本ぐらい出したいって計画があるので、次のゲームもやりつつ、そこら辺のね、モバイルの開発の、時間を割いて、他のゲームを1本削るのかっていう判断をしていこうかなと思ってますんで、今はちょっと検討中としか言えなかったりします。ごめんなさい。ありがとうございます。次ですが、規模によってもピンキリなところだとは思いますが、マルチプレイヤーの運用費用などはどのくらいでしょうか？ですね、フォトン使ってまして、同説 CCU でどんぐらいいったのかな？ 1000 ぐらいいったのかなぐらいだったと思います。で、月何万とかです。10万いかないぐらいですね。5万もいかない、5万前後ぐらいですからね。そのぐらいです。なんで特にAWS とか使ってサーバーだったりしてるってわけじゃないですね。フォトン使ってるだけです。そうですね。その方がお手軽ということですね。そうですね。可よく能でしたこのら日ゲームで本4位の。はい。はい。すみません。どうぞ。すいません。このゲーム、皆さんにね、生放送来られる方、公式に言ってるんですけど、このゲームってメダルを他のプレイヤーと同期してないんですね。同期すると、サーバーコストがすごいかかっちゃうんで。で、開発コストもかかっちゃうんで。なんで、メダルの動きとかは、基本的に皆さんバラバラというか、個人個人違いますと。ただ、射出するメダルとか、共闘でボスを倒すとかっていうマルチプレイのイベントについては、同期してるっていうところなんで、マルチプレイをしつつ、開発期間とコストを下げれる部分については、マルチプレイ対応してなかったりっていうところをしてます。はい、すいません。はい、ありがとうございます。次、可能でしたら日本4位の結果何本くらい売れたか教えてほしいですということです。そうですね。めっちゃ聞かれるんですけど、公式にお答えしてません。なぜかというとですね、私週何個か生放送をしたりとか、動画をいろいろ上げたり、TikTok 等に上げてるんですけど、お金の話結構聞かれます。で、お答えしてないのが、要は、私たちのゲームが面白いと思って興味を持ってくださる方から、お金に関して興味を持たれる方に変わってくることをすごい危惧してます。なので、お金に関する発表はね、全くしないようにしてます。なんで、どのぐらい売れたのって聞かれたときは日本4位ですっていうようにお答えするようにしてますね。最近ちょっと言い方気をつけなきゃいけないんですけど、要は何々したらどんぐらい儲かりますみたいなね、発信されてる方、SNS とかでされてる方結構いると思うんですけど、私たちがそう見られたくないっていうのが一番根っこにあります。ありがとうございます。最後来てますけど、実況受けがいい企画が多いように見受けられましたが、そのあたりの企画発想のコツなどあったら教えていただきたいです。実況吹きがいい企画が多い。ですね。まず、配信者さん向けのゲームっていうのを、企画の念頭に入れていて、Vlog 対応もその一つなんですけども、VTuber さんとかが自分のキャラクターをゲーム内に表示させて、それで遊ばせたら配信映えするよね、とか、そういったところをですね、一つ一つ考えて、すべての作るゲームの、ベースの企画の中に入れ込むようにしてます。企画発想のコツって言われると、なんかね、コツって言われるとめっちゃむずいんですけど、特になくて、要は自分たちがどなたに対して、
ゲームをアプローチしたいのかって見て、そのね、アプローチするお客様がどのように遊んでるかっていうのをいろいろ市場調査するっていう感じですかね。で、ちなみに、古銭についてなんですけども、これ普通に公式に話してる話なんですけど、一緒の解説友達が、メダルゲームのマルチゲームちょっと作ったからやってみようぜって言って、夜にですね、友人集めて3人とかで遊んだんですよ。で、そのまま遊んでた朝になったんですよね。ずーっと雑談してて。で、このゲームの面白さは、このゆるく遊びながら雑談するところにあるから、そこを押していこうと。で、そこのプレイする側の人たちにも、そういうプレイスタイルが楽しいですよっていうところを押していこうっていうところでアプローチして、いろんな配信者さんとか、実況者さんとか、そういった方々にプレイしていただけるようになったので、お客さんがやりたい体験を自分たちで、よく、なんていうんですかね、市場調査するってところが結構重要かなと思ってます。ありがとうございます。他質問何かございますでしょうか？参考になっていただいていてよかったです。ありがとうです。はい。じゃあ、以上で締め切らせていただきます。改めてですね、ダンおじ様、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。事業計画の大切さというか、覚悟の大切さというかですね、本当ヒットをただ狙うってだけではなく、しっかり生きていくための計画っていうのをして、何回バットを振れるかっていうのを意識して制作を行うというのは、本当インディーゲームを専業でやっていくためにはとても重要なことだと感じました。改めて、直内様ありがとうございました。